ある町は至るところにユーモラスな小人像が。またある町はまっすぐな道が交差し無機質な建物が。全く異なるように見える2つのポーランドの町にはある共通するキーワードがあるんです。それは社会主義。ポーランドの社会主義時代は第二次世界大戦末期から1989年まで。第二次世界大戦中、ポーランドはナチスドイツとソ連に分割占領されていました。戦争末期、ソ連軍はドイツ軍を押し戻し、ポーランドをナチスから解放します。これは独立解放ではなく、実態はソ連による占領でした。そして1945年のヤルタ会談により、ポーランドはソ連の勢力圏に入ることが事実上決まります。アメリカ、イギリス、ソ連の首脳が終戦後の国際秩序を定めたこの会談で、ポーランドで自由選挙を行うことが決定します。しかし、ポーランドにはすでにソ連軍が駐留、警察も行政もソ連系勢力が影響を持っていました。この環境での選挙は公正とはなりません。ソ連による反対勢力の抑圧やメディア統制、開票操作が行われます。1947年に実施された選挙では、案の定共産党が勝利し、ポーランドは社会主義国家の道を歩むことになります。社会主義体制のポーランドでは、国家が経済を管理する計画経済が導入されます。教育や医療は無料で提供され、失業はほとんどないという良い面があった一方で、慢性的な物資不足が続きます。食料や日用品は配給制となり、人々は長い列に並ぶ日常を強いられました。住宅は国によって割り当てられ、多くの人が同じような集合住宅で暮らします。また、言論の自由は制限され、政府批判は厳しく取り締まられていました。社会主義時代の庶民の生活を支えたのがミルクバー。牛乳屋さんではなくセルフサービス形式の大衆食堂です。社員食堂のない中小企業の従業員に安価な食事を提供する目的で1960年代に生まれました。ミルクバーと呼ばれる理由は、当時肉は配給制で提供が難しく、メニューは主に乳製品や野菜中心の料理だったためだそうです。政府からの補助金を得て安く食事を提供していたミルクバーは、民主化後、一般のレストランとの競争を生き抜かなければならなくなります。多くのミルクバーが閉店しましたが、一部は今でも残っています。もちろん旅行者でも利用できるので、食費を抑えつつ庶民的なポーランド料理を食べるならミルクバーは必見です。クラクフ近郊の町ノバフタは、共産主義の理想を象徴する都市として建設されました。巨大な製鉄所を中心としたこの町は、理想的な労働者都市として設計され、まっすぐに伸びる広い通りや均一な建築が特徴。町の中心にある広場からは、外側に向かって放射状に道が広がっています。ここにはかつてソ連の創始者であり初代最高指導者レーニンの像が置かれていました。町の中心であった製鉄所で働く労働者のために団地も建設されました。旧ソ連の国々にあるような無機質な集合住宅。今でも人々が暮らしています。ノバフタで最初に建設された集合住宅も残っていました。社会主義時代、宗教を排除する意図から、この町には当初、教会の建設は認められませんでした。しかし、住民の強い抗議活動により、政府が折れる形で教会建設が許可されます。1967年から1977年にかけて、有志により教会が建設されました。整然とした街並みにそびえ立つモダンな教会。古都クラクフからトラムで30分しか離れていないのに、同じ国とは思えないほど異なる光景です。
ちなみに町の中核だった製鉄所は現在民間企業として営業しています。ツアーに参加すれば一部の建物を見学可能。社会主義陣営の首脳会談が開かれた部屋があったり、地下にはシェルターが残っていたり、なかなか興味深いです。クラクフに来て時間があったらぜひノバフタまで足を伸ばしてみてください。1980年代、ポーランド南西部に位置する町ブロツワフでユニークな反体制運動が生まれます。それがオレンジオルタナティブです。この運動で人々が武器にしたのは暴力ではありません。体制批判をユーモアとナンセンスさで表現したのです。シンボルとして使われたのが小人。反体制スローガンを政府が塗りつぶすと、その上に小人の絵を描いたり、小人の格好で行進したり、その滑稽さが体制の弱さを浮き彫りにしたのです。警察が小人の仮装をした人を真剣に逮捕する様子は、政府の権威の弱さや言論統制の不合理さを可視化し、より多くの人々がこの体制おかしいのではと思い始めます。1989年、共産党率いるポーランド政府と反体制派が話し合った円卓会議が転換点となり、ポーランドは民主化へ舵を切ることになります。民主化が進んだ背景には、社会全体への不満の蓄積や政府への信頼低下があり、オレンジオルタナティブはその心理的土壌を作ったと評価されているそうです。オレンジオルタナティブで反体制の象徴だった小人たちは、市民文化、誇りのシンボルとなりました。現在、ブロツワフの町にいる個性的で表情豊かな小人像。最初の本格的な像は2001年に設置され、その後観光プロジェクトとして増加。現在では数百体が町中に点在しているそうです。観光名所を巡りながら小人を見つけて写真を撮るのがこの町の定番の楽しみ方になっています。ノバフタとウロツワフは社会主義時代の足跡をそれぞれ違った面からたどることのできる興味深い街。クラクフからノバフタはトラムで30分ほど、ウロツワフは電車で3時間ほどの距離です。クラクフを拠点に2つの街をぜひ訪れてみてください。ポーランドの様々な表情を見ることができますよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。